はいどうも、田んぼです。今回は統合板特有のレンズ呼吸をうまく利用したコンクリート製造&鉱石砕き装置で作っていきたいと思います。特徴1、右クリックをしているだけで高速でコンクリートパウダーを縦に積み上げて自動でコンクリート化。コンクリートパウダーを一つ一つ置いたり水をかける必要がないので楽にコンクリートを量産できます。特徴2、鉱石類を砕くのにも利用可能。鉱石ブロックで集めて高温付きつるはしで壊すことが多い方にはおすすめの装置になっています。今回の装置は以前出したものの修正版となります。レルムズでの動作確認もしていますのでぜひ参考にしてくださいね。それでは本日もレッツポンポン。今回使った材料はこちら。装飾用に白色のコンクリートを使っていますが、ここはお好きな不透過ブロックで大丈夫です。戦力岩の塀も他の塀で代用して OK。回路用不透過ブロックに使った鉄ブロックも他の不透過ブロックで大丈夫です。鉄のトラップドアは他のトラップドアでは代用できないので、必ず鉄のトラップドアを準備してください。下は装飾に使った材料です。ここはお好きなもので大丈夫です。装置のサイズは横5、奥行き7、高さ69です。地面下は3マス回路を置くスペースが必要になります。それでは作っていきましょう。まずは横4、奥行き5で1マス掘り下げます。ここから1、2、3、4。次はこちらに2、3、4、5。あとはこれを基準に 4×5 のサイズで掘り下げます。次は左から3マスはさらに1マス掘り下げます。こんな感じで左3マス掘り下げていきましょう。次はこのようにさらに掘り下げます。掘る位置はここから1、2、3マス。次はここから1、2。はい、OK。ではまずは連続置きのタイミングを調整する機構を作っていきます。ダスト、トーチ、リピーター、レッドストーンランプ、レバーをこのように設置します。リピーターの向きはこちらです。まずはこの位置にダスト。次はこちら側に回ってダストを置いたブロックの側面にトーチ。次はこの向きでこの位置にリピーターをポン。あとはこのダストの上にレッドストーンランプとレバーを設置してください。次はダスト、コンパレーター、不透過ブロックをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちらです。向きに注意してください。まずはここからダストを1、2個置いて、コンパレーターをこの向きでこの位置にポン。今度は向きを変えてこの位置にこの向きで設置。あとはここに不透過ブロックを置いて、その隣にダストを置いてください。次はトーチ、コンパレーター、不透過ブロックをこのように設置します。ここで置くコンパレーターは必ずモードを変更する点に注意です。まずはトーチをこの不透過ブロックの側面に設置。次はこの位置にこの向きでコンパレーター。必ずクリックしてモードを変更します。あとはコンパレーターの先に不透過ブロックを設置してください。次は自動作業台とコンパレーターをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちらです。まずは自動作業台はここに置いて、その先にコンパレーターをこの向きで設置してください。次はダスト、不透過ブロック、トーチ、鉄のトラップドアをこのように設置します。まずはトーチの下のここにダスト。次はこの位置に不透過ブロック。不透過ブロックの側面にトーチを取り付けて、トーチの上に不透過ブロックを設置。あとはこちらに回ってこの位置に上付きで鉄のトラップドアを設置してください。次は粘着ピストン、ソールサンドをこのように設置します。まずはこちらからこのトーチの上に粘着ピストンを設置。粘着ピストンの先にソールサンドを置いたら、この位置は1マス壊しておきましょう。次は地面と同じブロック、リピーター、ダスト、不透過ブロック、トーチをこのように設置します。リピーターの向きはこちら。このリピーターは遅延マックスにします。まずは地面と同じブロックを自動作業台の上とこの位置にも置いて、次はこの向きでこの位置にリピーター。次はこの位置にダスト。次はこの位置にリピーター。ソールサンドの奥にもリピーターを設置し、このリピーターは遅延マックスにしてください。次はリピーターの先に不透過ブロックを設置して上にトーチを置きましょう。ではここで動作チェックです。まずは装置を稼働して動きをチェック。このように粘着ピストンと同じくらいのタイミングで鉄のトラップドアが動いていれば OK です。次にこの自動作業台を開いてスロットを全部クリックしてみます。するとこのように速度が上がりますね。ここの調整はラグなどで連続置きが失敗するときに水流エレベーターの速度を調整するためのものなので、一旦ここでは6スロットがクリックされた状態にしておきましょう。次は鉄のトラップドアの上に適当な不透過ブロックを置いてみます。すると粘着ピストンが動いた後、このトーチがつくという動きになりますね。このように動いていれば OK。 装置は止めておきましょう。次は草ブロックでこのように一部回路を隠してしまいます。まずはここから左にまずはこんな感じで隠してしまって、あとはこことこことここにも置いておきましょう。次は装飾ブロックと塀を2段の高さで置いていき、防具立てとカーペットを設置します。
まずはソールサンドの上から塀を1、2個。次はこの位置にも1、2個。次は装飾用ブロックを2段で、ここと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 ここに置きます。こんな感じで置けていれば OK です。あとはこの位置に防具立てを設置して、この位置のリピーターの上にはしゃがみながらカーペットを置いておきましょう。では視点を背面側に移動して続けます。次はトーチ、不透過ブロック、ダスト、鉄のトラップドアをこのように設置します。鉄のトラップドアは必ずプレイヤーがこの矢印の方向を向いた状態で置く点に注意です。まずはこの位置に不透過ブロック。不透過ブロックの上にトーチ。次はこの位置にダストを置いたら、こちら側に回ってこの向きで塀の上に鉄のトラップドアを設置してください。では視点を前面に戻して、次は塀と装飾ブロックを追加して、さらに2段高くして水を流します。まずはこの鉄のトラップドアの上に塀を1つ。次はここから塀を2つ。あとは装飾ブロックを2段高くしていきます。ここのダストの上にも置いておきましょう。できたら水をこの位置から1、2、3、4と流しておきましょう。ではここで一旦動作チェックです。まずは適当な不透過ブロックを持って装置を稼働。次にこのカーペットの上に乗って後ろに下がって水流エレベーター側に移動。このように少しだけ浮いたり下がったりする状態になったら、移動はこれ以降はしないようにします。あとは鉄のトラップドアが倒れている時にこの角のあたりにカーソルを合わせて右クリックを押しっぱなしにします。はい、こんな感じで縦に置けることができれば OK です。確認できたら装置は止めておきましょう。はい、これで連続こぎのタイミングを調整する機構は完成。ここからは水流エレベーターを伸ばしていきましょう。では塀と装飾ブロックを積み上げていきながら地面から66マス上まで登っていきます。ではまずは現在の Y 座標を確認。 Y-60 ですね。ここに66を足した Y6 まで塀と装飾ブロックを積み重ねていきましょう。置き方は塀と装飾ブロックをこんな感じで積み上げていく感じですね。高いところまで登っていくので落下に注意しながらどんどん置いていきましょう。はい、Y6 まで登ってきました。次は水バケツと昆布を使って水流エレベーターのために水源を設置します。まずはこの位置から水をダバーッと流して、下まで水が流れたら下に降りていって、このように下から昆布を植えながら登っていきます。一番上まで昆布が置けたら昆布を壊しながら降りていきましょう。はい、これで全部水源化できたので上まで登っていきましょう。ではここからはコンクリートパウダーをコンクリート化するための仕組みを作っていきます。では装飾ブロック、粘着ピストン、鉄のトラップドアをこのように設置します。まずはここに粘着ピストン、その先に鉄のトラップドアを上付きで設置。あとは装飾ブロックを1段高くしていきましょう。次は装飾用ブロック、ボタン、額縁、糸をこのように設置します。まずはこの位置から装飾用ブロックを1、2、3と置いて側面にボタンを取り付けます。次はこの塀の側面に額縁を置いて、この位置から糸を1、2とこのように置きます。次はこの糸の側面に装飾用ブロックを置いたら側面にボタンを取り付けましょう。はい、こんな感じですね。次は装飾用ブロック、トーチを設置して水を流します。まずはこの鉄のトラップドアの上に装飾用ブロック、こちら側に回って側面にトーチを取り付けます。この時に粘着ピストンが動作してトラップドアが押し出されるので確認しておきましょう。あとはこの位置から水をドバー、このように斜めの水流ができていれば OK です。次はオブザーバー、装飾ブロックをこのように設置します。まずはこの位置の糸の上にこの向きでオブザーバーを設置。信号の出口は上になりますね。あとは装飾用ブロックをこことこことこことここに置いてください。次はダスト、リピーターをこのように設置します。リピーターの向きはこちら。このリピーターは遅延プラスにする点に注意です。まずはオブザーバーの上からダストを1、2とこのように置いたら、リピーターをこの向きでこことここに設置。こちらのリピーターは2回クリックして遅延をプラスにします。あとはダストをこことここに置いてください。はい、これで装置の仕組みは完成。では装飾をしていきます。装置上部は形があまり良くないので、こんな感じで四角くしていきます。上の部分は1マス高くして、一応敵が湧かないようにハーフブロックで分けつぶしもしておきました。水流エレベーター部分は10マスおきにシーランタンを入れてみました。
今回はこんな感じです。背の高い目立つ装置なので、凝った装飾をしてみるのもいいかもしれませんね。では最終チェックをしておきましょう。装置を稼働し、コンクリートパウダーを1スタックとツルハシを持って、カーペットの上に乗って水流エレベーター側に移動し、鉄のトラップドアが倒れている時に、この角の辺りを狙って右クリックをしっぱなしにします。するとこのようにどんどん積み上げられていきますね。この時移動しようとしたり、カーソルの位置を動かすと連続置きが途切れて失敗するので注意してください。一番上まで到達すると自動的にコンクリート化されて、プレイヤーもコンクリートの上まで移動させられます。あとはツルハシを持ってコンクリートを回収していきましょう。ちなみにコンクリートの角の部分を狙って壊すとより早く壊せますね。はい、OK。このように動いていれば OK です。今回は1スタック64個に合わせた最大の高さにしていますが、もっと少ない個数で利用したい場合は、処理したい数に合わせて高さを低く作ってあげれば OK です。あと、ラグなどの影響で連続置きに失敗してしまう場合は、この位置を2マス掘ると自動作業台が見えるので、自動作業台の中のクリックされているスロットを減らして、水流エレベーターの速度を遅くしてみてください。はい、今回は統合板特有の連続置きをうまく利用したコンクリート製造&鉱石砕き装置を紹介させていただきました。高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。またメンバーシップもやってますので、よかったらチャンネルを覗いてみてね。サンボでした。ではまた。